こんにちは。今回はですね、アートとテクノロジー、それに私たちの見るということ、その本質に迫るような、ケンジ・コジマさんの2つのプロジェクトに関する資料を共有いただきました。はい。一つはラスコー洞窟壁画。もう一つはゴッホとゴーギャンですね。ええ。これらを通して、テクノロジーが美術史とかアートの価値観を今どう揺さぶってるのか、ちょっと深く見ていきたいと思います。デジタル技術を、単なる道具としてじゃなくてですね、アートそのものへの問いを深める、触媒として使っている、そこが非常に刺激的ですよね。ではまずラスコーのプロジェクトから、最初に目にするのはかなりピクセルが激しく点滅してるようなカオスな映像なんですけど、これって意図的なものなんですよね。ええ、そうなんです。あれは、暗号化されたイメージでして、具体的には XOR 演算っていう、基本的なデジタル暗号の手法と、あとはワンタイムパッド。これは理論上解読不能とされる方式ですけど、それを乱数と組み合わせて使ってるんですね。ほう。簡単に言うと、映像データ、つまり暗号の部分をぐちゃぐちゃにしておいて、それを見るための鍵、これが乱数なんですけど、それを別に用意してあると。なるほど。これって私たちが、混沌とした現実の中から感覚っていうフィルターを通してある特定の情報だけを選び取って世界を認識しているっていうそのメタファーとも言えるかなと。なるほど。秘密の解読キーがないと見えない A みたいな感じですかね。スーラの天描が視覚混合を試しもくたそのデジタル版とも言えそうですけど、絵の具じゃなくて情報、つまりビットを使ってると。まさにその通りです。で、さらに面白いのはその解読されたラスコーの壁画に音を与えている点なんですよ。音ですか？画像の RGB 赤緑青の色情報をですね、コンピューターが扱う0と1の数字の列、つまりバイナリーデータにまず変換するんです。はいはい。で、それを今度は音の高さに割り当てている。へー。昔、それこそスクリアービンとかカンディンスキーが色と音を結びつけようとしましたけど、それを現代のテクノロジーで、しかももっと根源的な、そのデータレベルでやってるわけですね。そうなんです。あらゆるメディアがバイナリーデータとして記録されたり伝送されたりする、現代ならではのメディアを横断する可能性を示唆しているわけです。視覚が聴覚になる。私たちの知覚にとってそれは一体何を意味するのか考えさせられますね。視覚情報が音になったとき、あなたの知覚にとってそれは何を意味するのかと、そういう問いかけですね。ラスコーで見たそのバイナリデータへの変換、つまりあらゆるものがデータであるという視点。これは次のゴッホとゴーギャンのプロジェクトにもやっぱり深く関わってきそうですね。つながってますね。二人の画家の作品を、これはどういうふうに扱ってるんでしょうか？分解してるんですか？そうです。彼らの、代表作ですよね。自画像とかルーラン婦人とかひまわりとか。ああいうのをまずピクセルっていう粒子レベルまでバラバラに分解します。はい。で、それをランダムにシャッフルして再構成して画面に並べて表示すると。ふむふむ。さらに重要なのはその上にバイナリデータ、つまり0と1のパターンを重ねてそれを意図的に少しずらす。これでデジタル特有のノイズ、いわゆるグリッチを生じさせてるんですよ。わざわざノイズを加えるんですか？単に並べるだけじゃなくて。そうすることで19世紀のアナログな絵画と21世紀のデジタルテクノロジーを、直接接続させている。なるほど。そしてアートが単なるデータになった時、じゃあゴッホとかゴーギャンとかそういう作者のオリジナリティとか唯一性って一体何なんだろうというかなり根源的な問いを突きつけてるわけですね。アルルでの二人の、共同生活と、その後の対立とか決裂とか、複雑な関係性がデジタルの分解、再構築、そしてそのノイズによってなんだか象徴されているようにも見えますね。そういう見方もできますね。ここでもゴッホが影響を受けたスーラーの点描技法への言及があるのもまた興味深い点です。そしてこの2つのプロジェクト、両方に共通しているのが、アートのその金銭的な価値に対するかなり強いメッセージですよね。作られた映像作品は自由にコピーして共有していいですよと。これはアーティストの革新的な秘宝と言えるでしょうね。はい。デジタルデータって原理的には劣化せずに無限に複製できますよね。そうですね。
もしアート作品がそんな風に無限にコピーできるなら、希少性に基づく市場価値っていうのは成り立ちにくくなるんじゃないかと。アーティストは現代アート市場で見られるような、時にちょっと過剰とも思える金銭的な価値からアートを切り離して、もっと本質的な意味、つまり鑑賞者とのつながりとかアイディアそのものに価値を見出そうとしてる。なるほど。金融商品化が進んでる NFT アートとはかなり対照的な姿勢ですね。そうですね。価値は一点物の所有にあるんじゃなくて、むしろアイディアとかメディアが示す方向性にあるんだと。まさに、アートとは何を描くか、作るか、所有するかではなく、メディアが進むべき方向性を表現することにあるっていう言葉が、それをすごく端的に示してますね。いえ、ある種の物質主義への批判とも取れるかもしれません。というわけで小島さんのプロジェクトはバイナリーコードを単なる表現ツールとしてだけじゃなくって私たちの知覚とか美術の歴史そしてこのデジタル時代のアートの意味そのものを問い直すためのレンズとして使っていたということですね。ええ。暗号化されたピクセルの向こうに古代の壁画を見つけたりゴッホの名画に意図的なノイズグリッチを発見したり非常に刺激的な思考のプロセスでした。本当にそうですね。テクノロジーが進化することで単に新しい表現が生まれるってだけじゃなくて、アートとは何であり得るのか、そしてなぜ価格を超えた価値を持つのかっていうより本質的な問いに向き合ういいきっかけを与えてくれるなと感じます。さて最後にこれを聞いているあなたに投げかけたい問いがあります。もしデジタルアートが無限にコピーされて誰もが自由に手にできるようになったら、それによって金銭的な価値はもしかしたら薄れるかもしれない。でもより広くより深く人々に届くとしたら、それはあなた自身のアートや何か創造的なものとの関わり方をどのように変える可能性があるでしょうか。ちょっと考えてみていただけたらと思います。